皆さんこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は何をするの？今回は、VBA でピアノを弾くぜ。出だしがいつもと違うから、そうだと思った。Excel VBA で音を鳴らすというと、MP3 ファイルの再生とか、ビープ音を鳴らすってことをやるんだけど、VBA から MIDI コマンドを送って、PC の音源を操作することもできるんだぜ。マジで？と言っても、VBA には MIDI のコマンドなんてないから、そこで登場するのが Windows API だぜよ。ああ、毎度おなじみのあれね。ということで、早速始めましょうか。まずは、基本中の基本、VBA で、ピアノでドレミを弾くマクロだな。ほほう。マクロはこんな感じになるぜ。あら、意外と簡単。まあ、音を鳴らすだけだからな。そうね。動かしてみましょうか。なるね。まず、冒頭にあるのが、Windows API の宣言だぜ。上から、MIDI デバイスの取得、開く、メッセージ送る、閉じるという関数の宣言だな。ほほう。マクロもこれらの関数を順番に呼び出すことをやってる。ほうほう。まあ、今時の PC なら MIDI 音源がついてないってことはないから、デバイスが取得できないってことはないだろうけど、デバイスがない場合は、マクロはそこで終了。ほうほう。あった場合は開いて、メッセージ送信。メッセージ送信っていうのが、実際に音を鳴らすところだな。音を鳴らしたら、スリープで処理を待って、次の音を鳴らす。ほうほう。スリープしなかったらどうなるの？やってみるんだぜ。和音になった。そう。和音。和音にしたければ、メッセージ送信を続けてやればいい。ふむふむ。演奏が終わったら、MIDI デバイスを閉じる。ほうほう。このデバイスを閉じるっていうのは結構重要で、閉じ忘れたり、エラーか何かでマクロが途中で止まったりした時には、MIDI が鳴らなくなってしまうから注意してくれぜ。そうなったらどうするの？もう一度 Excel ファイルを開き直す。まあ、これが意外に面倒で、長い曲を実行中にマクロを終了させても、そうなるんだよな。さて、音を鳴らすことはできるようになったけど、今度は音を止める方法だな。止める？そう。止める必要あるの？あるんだなこれが。ほへー。ピアノの場合、音は勝手に止まるけど、オルガンのように鍵盤を押し続けたら、音が鳴り続ける楽器もあるのだから、止めるってやらなきゃいけないんだぜ。ほよ。ということでさっきのドレミのマクロで楽器をオルガンに変えるのは、こうする。鳴らしてみましょうか。確かに変よね。音を止めるにはこうする。確かに良くなってるよね。音を止めるには、最後が80になった命令を送るのね。そう。っていうか、最後が80になった命令じゃなくて、80が止める命令で、命令が一番最後に来るんだよな。そうなん、右手変わってるのね。いや、MIDI も最初の文字が命令になってるけど、Windows から MIDI にメッセージを送るときには順番を逆にして送る仕様になってる。マジでMIDI の仕様書見ても 7F なんていう命令なんてないし、はじめはその辺がさっぱりわからなかったんだよな。だから、どう鳴らすメッセージは、MIDI の仕様で書けば、93C7F になるぜ。ほう。90が音を鳴らすというか、鍵盤を押す命令。3C は真ん中のどの音を示す MIDI ナンバー。7F はベロシティといって、鍵盤を叩く強さだな。これは0から 7F の値を取れる。ほほう。90を80に変えたのが、鍵盤から指を離す命令。12C 0は C 0がコントロールチェンジという命令で、12がオルガンを示すパラメーター。このパラメーターも0から 7F の値を取れる。ほうほう。ちょっと、試しにどんな音になるか4分で回してみるぜ。
マクロの中で 78B0 っていうメッセージを使ってるけど、これは楽器によっては残音が残るやつがあるから、それを完全に消すコマンドだぜ。それではスタート。なかなか結構な数の楽器があるね。中には楽器とも言えんようなやつもあったけどな。まあ、こんな感じでだいたい VBA での右の使い方がわかったと思う。ほうほう。ということで、もう少し曲っぽいサンプルを流してみるぜ。ほいよ。某スマホの着信音かな。それな。てな感じで楽譜が読める人は自由に書いてくれだぜ。そこが一番難しいような。ということで、今回はここらでお開きにするぜ。さて、いかがでしたでしょうか。この動画が参考になったら、高評価チャンネル登録をお願いします。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。